今回はジムニーの上に乗っているルーフテントメーカーのジェームス・バロードについてお話しします。ルーフテントメーカーはいくつかあります。その中でジェームス・バロードの特徴などを話していければと思います。では行ってみましょう。ジェームス・バロードはポーランドにある会社で部品を含めてヨーロッパで生産されています。ヨーロッパを中心に世界に向けて輸出している商品です。もちろん日本でも販売されています。ルーフテントの種類は大きく分けて2つです。ハードシェルテントとソフトシェルテントになります。ハードシェルテントの特徴です。使用中のテントを安定させる支柱ロック構造。展開して使用している最中のテントは風などによるストレスを受けます。ハードシェルテントに支柱のロック構造を採用しているので安心して使用することができます。意図しない展開を防ぐ二重のシェルロック。走行中は畳まれるルーフテントです。走行中の路面状態や気候状態による様々な振動が加わることにより意図しないルーフテントの展開を防ぎます。ボタンを押し込まないとフックが外れないようになっているので安心です。エアロダイナミックスを取り入れたハードシェル。ルーフテントを搭載して走る車には大なり小なり負担がかかります。その走行時の負担を減らすため空気力学を取り入れています。走行時の空気の流れをコントロールし走行時の負担を軽減します。テント内から楽しめる360度ビュー。ジェームス・バロードのルーフテントには大型の網戸付き窓が標準装備されています。風をたくさん取り入れることができるのはもちろん、満天の星空を見ながら眠りについたり、朝の気持ちよい青空を見ながら目覚めることができます。不快な湿気を追い出すソーラー換気ファン。ハードシェルテントの天井には太陽エネルギーで作動するソーラー換気ファンを標準装備。テント内にたまる不快な湿気を追い出します。心地よい良質なクッションマット。全モデル共通で良質なクッションマットが敷かれています。寝心地の良い絶妙な硬さのインナーウレタン製マットが気持ちの良い眠りを連れてきます。以上が特徴になります。ラインナップは大きく3つです。シェル型のディスカバリーとスペース、タワー型のエバションになります。サイズは S、M、XL の3段階あり、収容サイズが変わってきます。ルーフテントの上部に専用ラゲッジバッグを載せることができる天井2台付きタイプのグランドレイドがあります。シェル型の上部にラゲッジバッグを載せるエクストリームがあったのですが、こちらは生産中止となっています。価格はシェル型のディスカバリーの M が48万700円、XL が54万7800円です。スペースとタワー型のエバションは価格が同じで S が51万4800円、M が51万8100円、XL が58万300円です。シェル型のディスカバリーより4万円ほど高くなっています。こちらの金額は取り付け工賃や配送料は含まれていません。ちなみにこちらの金額は2022年2月に値上げされていまして、私が購入した2年前より10万円以上高くなっています。これはかなりびっくりです。今後も円安が進めばさらに値上げするかもしれません。結局どのタイプがいいかはそれぞれ比較しやすいようになっていますので検討していただければと思います。360度ビューがいいのであればタワー型のエバション。軽自動車に乗せるのでコンパクトがいいのであれば S サイズがあるスペースとエバション。開閉が楽なのがいいのであればシェル型のディスカバリーではないでしょうか。スペースを使っている感想になりますが、選ぶポイントはどちらに頭を向けて寝たいかということになると思います。シェル型は開く方に頭を向けて寝ますが、スペースは両サイド開くことができますので、高さが低い方に頭を向けて寝ることができます。これが地味に使いやすいです。中を有効活用したいのであればスペースがいいかと思います。眺めがいいのでとても開放感があります。私のおすすめはシェル型のスペースになります。一応海外のサイトも見てみます。ハードシェルテントの特徴です。360度パノラマビジョンは世界初で、今は競合他社によって真似されているみたいです。自宅にいるかのような寝心地で厚みと密度のあるマットレスです。
強力なガスストラットによる自動開閉。このシステムのおかげで数秒で開き、同じ速さで閉じることができる。市場で最も技術的で質の高い生地です。防水、透湿、遮光、二重断熱、遮音、保温に優れているそうです。結露を完全に中和するソーラーベンチレーターがついています。構造からアームロックすることで風に対する優れた抵抗力を発揮します。最後に5年保証。かなりいいことが書いてありますね。本当かっていう部分もありますけど、一応海外のページに書かれている優れた点になります。次にソフトシェルテントです。ソフトシェルテントの特徴はコンパクトな収納形態から大きく展開するです。床面積が基本的に倍になるっていう風に思ってもらえればいいですかね。空間が大きく広がるっていう風です。でもちろん大きな網戸と快適なフロークッションも標準装備されています。で、価格の方はハードシェルテントよりも少しお値打ちな価格になっています。実物が見たい方はホームページにイベント情報が載っていますので、そちらをご確認ください。またオンラインショップもあり、ネットから注文や在庫の状況も確認することができます。はい、今回はルーフテントメーカージェームス・バロードの紹介をしました。少し値段のするルーフテントメーカーですが、値段が高いのは品質にこだわっているためで、長く大事に使うのであれば良いものを選ぶのもいいのかなと思います。ルーフテントに興味のある方の参考になれば幸いです。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。